今やその名前を知らない人はいないほど世界で活躍する BTS。日本でも大人気 K-POP アイドルであり、日本公演をするたびチケットは秒で完売。待ちに待った日本公演である出来事が起こり、ファンを辞めるアーミーが続出しました。その出来事は神戸事件と言われています。一体どのようなことが起こってしまったのでしょうか。今回は神戸事件の真相について BTS の気持ちとアーミーの気持ちのどちらの意見も交えてご紹介していきます。 BTS 神戸事件とは、2015年12月26日から28日の3日間、BTS は日本の神戸ワールド記念ホールにてコンサートを開催することが決定していました。26日の公演は通常通り大盛況となり、大盛り上がりを見せた BTS ですが、翌日の27日に問題は起こりました。この日、アーミーたちが会場入りをし、BTS メンバーに会えることを心待ちにしていたのですが、公演時間となってもなかなか始まりません。そして突然アナウンスが入ります。内容は、今日の公演は中止になったというものでした。中止になった理由は、SUGAとテテがめまいを訴えたため、リハーサルが中断する事態となり、2人はすぐに日本の病院へ受診したそうです。CT 撮影などの診断を受けた結果、ドクターストップがかかってしまいました。そのことから公演を中止しなくてはならない状況になってしまったのです。そのため、翌日28日の公演も同じく中止になってしまい、同時に行われる予定だった全国のライブビューイングもなくなることとなりました。BTS メンバーは7人全員でないと完璧な公演をすることが極めて難しいという意見から、やむを得ず急遽公演を中止にすることを決めたようです。しかし、会場入りを済ませ、まだかまだかとメンバーに会えることを楽しみにしていたアーミーたちのショックは大きいものでした。20分以上経って、やっとSUGAとテテ以外の5人のメンバーがステージに登場し、突然すぎる公演中止の告知に、会場内では泣き叫ぶアーミーたちの声であふれます。申し訳ない気持ちから、5人のメンバーは数曲披露するものの、会場はすすり泣く声が出ていました。弁卒も、メンバーの体調不良のせいということもあり、誰も責められない状況下に、仕方ない、メンバーの健康が一番と思い、気持ちを整理していたアーミーでしたが、その後、弁卒するアーミーが続出しました。弁卒とは、韓国語で好きなグループを押すことをやめるときに使われる言葉です。弁卒の理由は、BTS メンバーは公演中止の後、すぐに韓国へ帰国し、その2日後には韓国で7人揃って元気なパフォーマンスを歌番組で披露していました。もしかしたらSUGAとテテは体調が万全ではないものの、無理をして歌番組の出演をしていたのかもしれません。しかし12月の年末ということもあり、歌番組が続いていましたが、 BTS はすべて7人揃って出演をします。テテの誕生日は年末の12月30日ですが、神戸公演については特に触れず、メンバーと一緒にお誕生日を振る舞っていたので、少し寂しい気持ちになったと言っているアーミーもいました。神戸公演についての振り替え公演はあるのか、それともチケットの払い戻しがされるのか、SUGAとテテの体調はどうなのか、といったことが、メンバーからも事務所側からも連絡がないまま、年越しをすることになる神戸チケットを持っているアーミーたち。全員が神戸近隣ではないので、全泊して遠方から参加する人もいます。振り替え公演があるなら仕事を休みたいし、どうなるのか知りたいという声もありました。そんなモヤモヤとした気持ちでいたものの、神戸公演中止から数日後には韓国の音楽番組に出演をしている姿を見て、神戸公演を楽しみにしていただけに悲しくなってしまった人も多かったんだと思います。12月29日に公演中止後から初めてテテがツイートを更新した内容が、
僕らの可愛い子ちゃんたち心配したって。オッパはスーパーマン。とセルカと共に一言。アーミーを心配させないように明るく振る舞ったテテですが、会場に訪れていたアーミーたちの気持ちに寄り添う様子が伺えず、この投稿に落胆してしまう人もいました。テテにとっては、心配しているアーミーたちに元気な姿を見せたかったのかもしれませんし、実際にテテのツイートを見て安心したと心をなで下ろすアーミーもいます。同じ日にシュガもツイートします。まず誰よりも心配していたはず、アーミーと神戸公演に来ていただいたファンの方々に申し訳ありません。検査の結果、異常なしという診断を受けました。事務所から休んでほしいと引き止められたんですが、スケジュールをこなすと強く話しました。ステージに立つのはファンたちとの約束でもあり、僕はすでに一度入院して年末のステージに立てなかったこともあるため、それはメンバーたちにも、そして僕たちを見守ってくださるファンの皆さんにも失礼だと思いました。大丈夫という言葉さえも皆さんにご心配をおかけしてしまう気がして言いづらいですが、僕は本当に大丈夫です。心配してくれたファンの皆さん、ありがたいし、愛しています。僕は本当に大丈夫だから、もう心配はしないで。結局、振り替え公演は行われることが発表されました。遠方から向かう人にとっては、高い交通費がまたかかりますし、スケジュールが合わず、参加できないアーミーもいるので、振り替え公演をしたから解決したわけではなく、気持ちが晴れないという方もいました。再公演が行われた時にジョングクがお待たせしました。待っていてくれてありがとう。と言い、シュガが冒頭で謝罪をしますが、テテからの誠意ある言葉が聞けないと言って帰っていくアーミーもおり、転卒をしていきました。ただ、最後まで公演を見終えた方々の話によると、最後にテテがアーミーの皆さん、今日まで心が痛かったですよね。僕もです。もう大丈夫です。ごめんなさい。と言ったそうなので、テテも謝罪をしています。K-POP ではよくあること？ K-POP 業界では BTS のように公演をキャンセルするグループは少なくありません。今回の事件は日本という国境を越えてのイベントだったことや文化の違いが大きく関係しているのかもしれませんね。出演予定のアイドルが本番ステージをキャンセルしたとしても他のメンバーでパフォーマンスを続行するので払い戻しがない場合や当日公演中止なども多々あるそうです。韓国ではよくあることかもしれませんが、日本ではなかなかない当日の公演中止にショックが大きかったですよね。しかし、その後、BTS は日本での振り替え公演を実施しました。横行している K-POP 業界の常識を考えると、振り替え公演を行い払い戻しにも応じるという点で、できる限りの誠意ある対応だったと思います。日本のアーミーたちを軽視したわけではないことがわかります。シュガのツイートに大号泣。神戸公演中止後に、シュガがこんなツイートを投稿しました。こんにちは。シュガです。多くの方が僕の休暇について気になっているみたいですね。BTS は1月4日から1月7日までお休みでした。簡単に言うとたくさん歩いて、たくさん寝て、たくさんのことを考えていました。楽曲制作の作業を始める前に、頭の中をどうしても整理したくて旅行に行きたいと思いました。僕には行かなければいけない場所もあったしね。24歳の BTS のシュガではなく、24歳のミンユンギとしてできることがしたかった。僕自身を振り返る時間でもありました。今からする話は、歌手とファン、BTS とアーミーではなく、人と人として話すことです。たくさんの人と接していて一番悲しくなることは、すべての人に平等に接することができない自分に直面した時です。誰一人傷つけたくないのに、それができない時があります。僕はまだまだ至らない人間のようです。
神戸公演の2日目、あの日以来、僕は深く眠ったことがありません。多くの人を傷つけてしまったせいか、いつも寝ても冷や汗で目覚めてしまいます。過去に一度ステージで立てなかったことがあったので、どんなことがあってもステージに立ちたいと願ったけど、周りのみんなに反対されてしまいました。また、僕はステージに立てなくなってしまったことに涙が止まりませんでした。泣いたら負けなのにね。シュガは2013年新人賞の年にも虫垂炎が原因で活動ができなくなっていた時期があります。僕にとって自分が辛いことを我慢するのは簡単だけど、僕を愛してくれる人たちが悲しむことはとても辛いことです。でも僕はまた僕を愛してくれる人たちを悲しませてしまいました。時間を戻すことができるならば、僕はあの日に戻って何があってもステージに立っているでしょう。だから僕には行かなければならない場所がありました。僕は休暇中に神戸に行っていたのです。周りのみんなは止めたけど、僕はこれからの自分に堂々とできなくなる気がして思い立って神戸に向かいました。シュガはなんと神戸事件のことがどうしても忘れられず、貴重な休暇期間にコンサートをするはずだった神戸へ向かっていたのです。ステージに立てなかったぶつけようのない苦しみや悲しみが長い文章からひしひしと伝わってきます。僕は鈍くなるのがすごく嫌いだ。多くの人が僕を愛してくれるが、この栄光の日々を当然だと考えたくない。と EAX ホール、そして神戸ワールド記念ホールに足を運んだことを残しています。最後には、僕はたくさんの考えを整理して帰ってきた。もう一度、僕は祝福された人間だということを感じ、いつの瞬間も感謝し生きていく人間だと感じた。祝福された人間にしていただきありがとうございます。アーミーと感謝の気持ちを綴りました。これを見たアーミーたちは大号泣。シュガは世界に羽ばたくスーパースターでありながらも、一人一人のアーミーと向かい合い、改めて日常に感謝する彼の姿に心動かされたアーミーも少なくないでしょう。貴重な休みの時にわざわざ日本を訪れ、アーミーの気持ちに寄り添うアイドルが他にいるのでしょうか。まとめ。今回は BTS 神戸事件について調べてみました。公演中止を告げられたアーミーのショックは計り知れず、悲しくなる気持ちを考えると胸が痛みます。しかし、BTS も私たちと同じ人間なので、体調不良もあります。スケジュールがぎっしりの BTS である上、再公演するにあたっては、たくさんのスタッフのスケジュールや会場などの調整もあり、簡単に口にすることができなかったのかもしれません。アーミーの辛い気持ち、メンバーの辛い気持ち、どちらもわかるだけに、神戸事件はとても重たくのしかかる出来事でした。アーミー同士でもいろいろな考えがあり、実際、神戸公演がキャンセルになった人と、その状況をネットニュースで知った人では感じることが違うと思いますし、BTS だって辛いんだと擁護する人、謝罪を要求する人、悲しみ続ける人、など様々です。大好きだからこそ転卒をしていった人もいましたが、振り替え公演も実施し、また日本に戻ってきてくれました。神戸事件は、アーミーとメンバーが改めてお互いの存在について気づかされた出来事でした。